寝てた。残業終わりだったからな。乗り過ごしてなきゃいいが。次は大宮。大宮？これ逆の電車だ。くそ。まあでもいいか。久しぶりだけど明日明後日休みだし、大宮で折り返して、いいや、このまま仙台まで行くか。せっかくの休み、どうせ帰っても寝るだけだし、このまま弾丸旅行だ。抵抗ペンギン。0泊2日弾丸旅宮城編。本場の牛タンが分厚すぎてヤバい。旅行に使える時間は今日明日の48時間か。久々の旅行だし限界まで満喫したい。よーし決めた。この2日間寝ずに遊びまくってやる。そうと決めたらまず何からするか。あれは仙台朝市。駅のすぐ近くにこんなのがあるのか。戦後の焼け野原に露店が立ち並び、青空市場となったのが起源の商店街。いいな。知らない街の知らない商店街。旅行に来たっていう感じがする。何が売ってるんだろうか。いらっしゃい。ああ、どうも。ここは鮮魚店か。東京だとなかなか見れない光景だな。どの魚も艶が違う。宝石みたいだ。近くの漁港から朝市で届いた取れたて新鮮な魚介だよ。どうだい？いや、俺まだ仙台に来たばかりなんだ。荷物になるから。だったらここで食えばいいよ。そっちに立ち食いスペースあるから。鮮魚店なのにその場で食えるのか。どうする？じゃあこの大トロ一ついいか。オッケー。あとホタテもうまいよ。これ食わないと損だぜ。商売上手だな。じゃあそれも。はいよ。はい、まずホタテの刺身ね。でかい。殻が俺の両手を隠してしまうぐらいあるぞ。生きホタテだからな。うまいぞ。さっきまで生きてたホタテか。くそ。ほんのり香る甘い海の香りが食欲をそそる。いただきます。なんだこの弾力は。しかも噛むごとにホタテの甘さがじんわり広がる。生だからこそ素材の良さをダイレクトに感じるだろう。ああ、自然の旨味とほのかな塩味が絶妙なバランスだ。新鮮なホタテがここまで違うとは。あとこっち本マグロの大トロね。なんだこれ。見た目が霜降り肉。一目で脂が乗っていることがわかる。口に入れた瞬間、脂が体温で溶ける。まるでバターのような滑らかさ。噛むというよりも口の中で自然に消えていく感覚。油の甘みと旨みが口いっぱいに広がるだろう。ああ、それでいて全くしつこくない。もしかして新鮮さゆえに爽やかな後味になっているのか。なんてこった仙台。楽しい。まさか海鮮だけでなく山菜おこや揚げたてのコロッケも売っているとは。しかもどれもめちゃくちゃうまい。食のテーマパークかよ仙台。とはいえここで時間を使いすぎるわけにはいかない。あそこに行かないと。もうすぐか。今日俺が電車を乗り過ごした時仙台に来ようと思った最大の理由がある。それは実家挨拶。辞める時も健やかなる時もあいつは常に一緒にいてくれた。だからこそ実家に挨拶して感謝しなければならない。着いた。日課ウイスキー宮城郷蒸留所。俺はここでいつも飲んでいるハイボールにありがとうの気持ちを伝える。いらっしゃいませ。見学のお客様ですか？はい、あわよくば実家挨拶もしたいです。すごかった。ウイスキーの製法から歴史まで事細かに展示されてたぞ。もはやウイスキーの博物館だった。撮影禁止で映像あんまり撮れなかったのが残念だけど、企業秘密だし仕方ないよな。でも一番の楽しみはまだこれからだ。それではこれからお待ちかねの試飲会です。すげえ、テーブルが樽でできてる。西部劇みたいでたまらないな。ではこちら無料試飲のウイスキーです。来た。この工場では3種類のウイスキーを無料試飲できると聞いてずっと楽しみにしてたんだ。それに有料試飲ができるバーもありますのでそちらもご利用くださいね。めちゃくちゃ希少なウイスキーを破格で試飲できるバーもある。ここでウイスキーを堪能しまくるぞ。最高だったウイスキー。お土産もいっぱい買ってしまった。さて次はどうするか。ここまで飲み食いしっぱなしだし、そろそろするか観光。
ここが瑞鳳殿か。見渡す限りの朱色と山吹色の景色、そして続く坂道と石段、風景画の中に入ってしまったみたいだ。ちょうど紅葉の季節だし、いい時に来れたみたいだな。そしてこっちが瑞鳳殿。独眼竜こと伊達政宗が眠る病床。正直軽い気持ちで来ただけだが、これはすごい。政宗は伊達者と呼ばれ、世の中の意表をつくことを好んでいたらしいが、これは誰でも意表をつかれるだろう。鮮やかな色使いと装飾、まさに豪華絢爛。さて、仙台駅前に戻ってきたが、仙台に来たら外せないものは2つあるらしい。まず1つ目は仙台名物ずんだ。スイーツ好きにはここのずんだシェイクが絶対外せないらしいが、ずんだって枝豆だよな。そこまでうまいものなのか？全然味が想像できないが。お待たせしました。これがずんだシェイク。なんだこれは！予想以上にうまいぞ。一口飲んでみるとまず感じるのは滑らかな舌触りとずんだ特有のほのかな甘さ、そして枝豆の優しい香りが鼻から抜け、最後にミルクの優しい甘さが包み込んでくる。枝豆のつぶつぶとした食感が時々現れるのもアクセントとしてたまらない。この優しい甘さも絶妙だな。重すぎず全く飽きが来ない。正直名産品をただそれっぽい飲み物にしただけかと思ってたが、逆だ。ずんだの旨味を引き出すために極限まで考え抜かれ、その結果がこのずんだシェイクなんだ。仙台って駅前の商店街めちゃくちゃあるんだな。おかげでかなり時間を潰してしまった。よし、仙台も満喫したし、そろそろ向かうか。大崎市。くそ、失敗した。まさか仙台から大崎市に行く終電があんなに早く終わってたなんて。今回は寝ずに遊ぶ弾丸旅行だし、なんとか夜の間に移動しておきたい。でもさすがに歩きは無茶だった。今からでもタクシー呼ぶか。でも金が。あんたこんな時間に何してるんだか？ああ、仙台から大崎まで行こうとしてて。大崎？仙台からだと40キロ近くあんだぞ。そんなにあるのか。道理で歩いてもつかないはずだ。調べてから移動すべきだべ。スマホの充電が切れちゃって。なりね。送ってやる。でも俺も若い頃は無茶していろんな人に助けてもらったもんさ。ありがとう。着いた。ここが鳴子温泉郷。どうしてもここの温泉に入りたかったんだ。ありがとうおじさん。東京に戻ったらお礼でも送らないとな。さて、どこの温泉に入ろうか。温泉お探しですか？だったらうちが面白いですよ。面白い？うちのお湯はね、色が変わるんです。は？疲れが取れる。やっぱ源泉は違うな。それにお湯に起源があるって話も面白かった。うちのお湯はね、白い時もあれば湖のように深いエメラルドグリーンの日もあって、日によってご機嫌が変わるんですよ。なんで変わるかは不明らしいが、何度来ても違いを楽しめるのはすごくいいな。絶対また来よう。今日は白色だったが、次は何色になるか楽しみだ。鳴子温泉郷最高。気持ちよすぎて危うく温泉で寝るところだった。ここだけでも1週間くらい過ごしたかったが、時間も残り少ない。よし、宮城旅行最後の目的地に向かうぞ。仙台に来たら外せないもの2つ。その2つ目、仙台名物牛タン。この度の締めくくりにふさわしいか否か試させてもらう。お待たせしました。でかい。この肉厚加減、ひっくり返した時もペロンではなくゴロンだ。これが本場の牛タン。厚みがありながらも綺麗にグリルされ、こんがりとした焼き目がついていて、食欲を煽ってきやがる。いただきます。これは歯ごたえがしっかりあってコリコリなのに柔らかい。いや、歯切れが良いと言うべきか。しかもそれでいて新鮮なグレープフルーツの果肉を頬張っているかのようなジューシーな食感。肉の旨味がダイレクトに伝わってきやがる。こ
こいつの肉汁が止まらないせいで俺の食欲も止まらない。牛タンの旨味をしっかりと受け止める麦飯が噛めば噛むほどいいバランスを保ち、牛タンのうまさをさらに引き立ててくる。さらにここでテールスープ。テールスープは旨味がありながらもあっさりとした塩味。こいつが牛タンの濃厚な味わいの後に口をリセットしてくれる役割を果たしてくる。なんてこった。大満足だ宮城。ここでタイムリミットか。あれからお土産選んだり食べ歩きしたりしてたら一瞬で時間がなくなってしまった。また来るからな宮城。楽しかったな。ヘトヘトに疲れたし、わざわざ寝ずに遊ばなくてもよかった。そういう風にも思う。でも人生にはこういう時間も必要だよな。またどこかで0泊2日旅行しよう。やべ、寝過ごした。電車止まります。次はここはコラボイベント開催中。テーペンウォーズに SNS で話題の私立パラノマル高校が登場。某企画のエナドリでリコテアの能力地雷が暴発中。ペンギンたちを派遣して助け出そう。期間限定で特別ボーナスがもらえる。インストールよろしくな。ペチペチ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくは Twitter を確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。抵抗ペンギン。チャンネル登録よろしくな。ゲームやるんで今日会社休みまーす。明日も仕事なのにやめられない。